皆さんこんにちは。今回久しぶりの動画になるんですが、先日あるニュースが飛び込んできましたので、今回の動画を作成しております。それは長年行方不明になっていたジョンのフラマス・フーテナニーが発見されたというニュースです。近年長年行方不明になっていたビートルズ関係のギターがいろいろ発見されています。ジョンの1本目の62年製の J160E やポールの61年製のバイオリンベース、それに続いて今回ジョンのフラマス・フーテナニーが発見されたというニュースです。このギターはロンドン郊外の民家の屋根裏部屋から発見されたということで、最近のビートルズギターよく屋根裏部屋から発見されています。このギターは5月末に開催されるオークションに競売にかけられるとのことです。今回このギターが発見されたことで新たなことが分かりましたのでご紹介したいと思います。私にとって驚くことがいくつかありましたので、その点も含めましてご紹介させていただきます。このギターが発見された経緯なんですが、所有者によりますと、所有者の父親が1960年代の後半にピーター&ゴードンのゴードンからもらったということでした。これがまず一つ目の驚くべきことで、なんとジョンはフラマス・フーテナニーを親交のあったピーター&ゴードンのゴードンにあげていたということがまず第一点。それから譲り受けたゴードンがまたある人にあげてしまったという、ちょっとびっくりするような2つの経緯があったようですね。現在の所有者の方もその父親がもらったというそのギターのことを長年どこかになくしてしまったと思い込んでいたということなんです。そこで今回数十年ぶりに発見されたということらしいです。で、ニュースで実際実物のジョンのギターが流れてますが、そのギターを見た時少し驚いた点がありました。それはですね、ジョンのギターのピックガードの色なんです。ここにジョンのギターの写真がありますが、いろいろちょっと著作権とかいろいろありまして、あえて今回こういった紙にプリントしたものを使わせてもらいます。ジョンのピックガードの色や模様をご覧ください。私フラマスのギターをいろいろ見ておりまして、フラマスのギターのピックガードの色も少し薄いものから濃いものまでいろいろありますので、ジョンのフーテナニーのピックガードは今まで見てきた写真や映像の印象からするとかなり色が濃いものだろうなと思っていたんですが、今回発見されたギター、思っていたよりピックガードの色が薄いのに驚きました。今回発見されたこれがジョンの実物のフーテナニーの写真なんですが、だいたいこんな感じの色合いのピックガードです。思っていたよりピックガードの色が薄いなというのが私の印象でした。はい、ここに本物のジョンとほぼ同時期に作られたフラマス・フーテナニーがありますが、私の動画の中で使っているフーテナニーなんですが、こちらのピックガードの色合いですね。こちらのピックガードの色合いとほぼ同じような感じの濃さのピックガードですね、ジョンのピックガード。それがまず第一の驚きの点でした。私いろいろフラマスのギターを集めてまして研究してるんですが、ピックガードの色はですね、こういったものからちょっとこういった薄めの色の、ちょっと分かりますかね、こういった薄めの色のピックガードや、こういった感じのですね、ちょっと濃いめのものもあります。で、そんな中で私ジョンのフラマス・フーテナニーのピックガードの色はこんな感じのですね、ちょっと濃いめのものだとずっと長年思ってたんですが、今回発見されたものの詳細写真を見てみますと、こういった思ってたより色が薄いのにちょっとびっくりしました。それからピックガードの柄というのは、この年代のフラマスのギターのピックガードっていうのは一本一本全部違う柄をしてまして、2つと同じ柄のものはないんです。ギブソンなんかもそうなんですが、このジョンのピックガードの柄、特徴的なのがここに1本白っぽいラインがで、ここに1本白っぽく見えるラインが見えるんですが、その他の写真なんかでも
この白いラインだけがかろうじて分かるっていう写真はいくつかありますので、この部分を見ていただくと、今回発見されたこのギターですね、やっぱり特徴的なこの部分に白いラインがありますので、これはジョン本人のギターに間違いないと思います。それから先ほども言った驚いたことの一つに、ピーター&ゴードンのゴードンの手に渡ったという話が出たんですが、こちらの写真をご覧ください。これはですね、ピーター&ゴードンのゴードンが1965年にグラナダスタジオというスタジオでですね演奏した時の写真なんですが、これが1965年の何月に撮影されたものかがそれがはっきり分かりませんでしたので何とも言えないんですが、この時ですねゴードンが手にしているこのフラマス・フッテナにピックガードの柄などからこれ間違いなくジョンが使ってたフーテナニというのは私以前から知ってたんですが、今回そのゴードンの手に渡ったっていう真実がですね分かったということで、この時にゴードンがこのフラマス・フーテナニを気に入ってジョン・レノンが差し上げたのか、あるいはもうこの時すでにジョンが差し上げていたのか、そういう点も非常に興味深い点ですね。はい、それから次にお話しすることが私にとってですね最も興味深い点で、長年の疑問が解決された点であります。それはなんとジョンのフラマス・フーテナニの製造年月がはっきり分かりました。はい、今回発見されたことによりギターの中のですねラベルまで写された映像があります。これがジョンのギターのラベルです。フラマスのギターを見たことがない方はこのラベルを見たところで何年の何月に作られたかっていうのは分からないんですが、フラマスのギターのことを少し知っている方でしたらこのラベルによってですねジョンのギターが何年何月に作られたかっていうのが分かるんです。このラベルの、この写真自体がですねちょっと詳細なものを紹介できてないんですけど、一番上に書かれているのがモデル名5-024と書かれています。で次にシリアルナンバーですね、51083で、その下、その少し下のこの辺にですね、ちょっとこの映像だと非常にぼやっとしててわからないかもしれないんですが、ここにスタンプされている数字とアルファベットが重要なんでして、これ 64L とスタンプされてるんです。で 64L というのは、64というのは製造年、64年製で L というので製造月が分かります。製造された月ですね。フラマスのギターは A から LM までのアルファベットがこのようにスタンプされてまして、1月製が A、2月製が B というふうにアルファベットで順番にスタンプされていくんです。でアルファベットの L というのは12番目ですので、64年の12月製だということがこれでわかるんです。でフラマスのギターのですねシリアルナンバーも、普通の人はわからないと思うんですが、私長年研究してますってあることが分かってます。それは毎年1から始まってだいたい年間5万本から6万本、フラマスのギター全部のシリアルナンバーっていうのはフラマスのギター全種類の通し番号になってますので、だいたい64年5年ぐらいは年間5万本から6万本製造されていたっていうのが分かるんです。で64年12月製ですので64年の本当に最後の方に作られたギターです。私フラマスのギターいろいろ研究してますので、ジョンと同じ仕様のものはですね64年の12月製と65年の1月製しかないんです。もしかしたら64年の11月とか65年の2月製のものもわずかに存在する可能性としてはあるんですが、私いろいろ調べたんですが見たことはないです。でその多くがですね64年製なんです。だいたい私が調べた限り8割から9割が64年12月製、1割から2割が65年の1月製なんです。で私も長年ジョンのギターが64年製なのか65年製なのかっていうのが非常に興味があったんですが、
今回ここでですね64年12月製というのがはっきり分かりました。でよく言われているビートルズ・フォー・セールのセッションで使われたっていう説ですね。私はずっと否定的に見てたんですが、よくアイアム・アルーザーにフラマス・フデナニが使っているっていう記述があるんですが、それは絶対ありえません。音をよく聞くと絶対に12弦ギターではありません。6弦ギターにエコーがかかったような感じになってて、ちょっと12弦っぽく聞こえるだけです。それも今回64年12月製だということが分かったことで、はっきり自信を持って否定できる形となりました。はい、今回の動画は長年行方不明になっていたジョンのフラマス・フテナニが発見されたというニュースとともに、新たに分かった新事実について解説をさせていただきました。それではまたお会いしましょう。